皆さんこんばんは。玉木のスポーツジャーナリズムの時間がやってまいりました。MC のスポーツライター小崎です。このチャンネルはスポーツ文化評論家玉木正幸が送る既存メディアとは異なる視点でスポーツの真の問題点を取り上げ考える番組です。コメンテーターの玉木正幸さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。今日は、女性が初登場ということを。そうですね、初めてです。問題がどうでもいいたっていうふうに言っても悪いんですけれども、それほど大きなことではなくて、それよりもパラスポーツのことをずっと取材されている、私が一番尊敬している星野京子さんが、来ていただきました。どうもありがとうございます。星野さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。星野さんは本何冊か出されていて、伴走者たちという本であるとか、はい、それから、伴走者の、何か、レポートを書かれた本だと。2冊あるわけで、ご本人も星野さん自身も伴走をやっておられたんですよね。伴走というのは、目の見えない方の横で一緒に、綱を持って走る人のことですよね。はい、そうです。はい。マラソン大会のボランティアをやった時に、初めてそういう視覚見えない中でも、誰かが一緒に走れば走れるっていうことを知って、で、その活動に興味を持って、伴走ということを始めたのがきっかけで、障害者とのつながりができ、パラスポーツに興味を持ち、今ここに座っているという経緯になります。なるほど。はい。ということは、一緒に走ると、走れるからというのが最初だったっていうことですか？そうです。でも、もともとスポーツは大好きで、運動好きでしたけれども、はいはい、マラソンを、自分がフルマラソンを走るとことは全く思ってもいなかったところ、伴走を始めたことで、私自身もちゃんと走れないと安全にガイドすることができないということから、マラソンに取り組むようになって、そうですね、もう20何本、何大会でしょうか、フルマラソンは完走しています。ああ、そうですか。はい、いや、私それこそ、知識がまだ全然なくって、星野さんに教えてもらってばっかりなんですけれども、マラソンなんかは途中で変わる場合もありますよね、伴走者の方が。はい。そうですね。国際ルールって、パラリンピックなどの国際ルールでは、5000メートル以上の距離のレースに関しては、伴走者が、今現在のルールで言うと、2名まで担当することができます。なので、途中で変わることができます。一人でやってもいいんですけど、はい。ということは、42.195 キロのマラソンでも、多くて2名ということ、そうです。はい。20キロはある意味大変ですね。そうですね。はい。それと私が、それこそ、あんまり、詳しくない知識で、ちょっと、仕入れたのでは、ゴールの時に伴走者の方が先に入ったらいけないんですよね、あれ確か。はい。同時でもダメです。同時でもダメなの？同時もダメですか？同時でもダメっていうルールで、あくまでも選手が主体なので、なるほど。はい。助力になったり、などっていうことで、はい、選手があくまでも最初にゴールさせなければいけないということで、私、取材に行った大会で、最後の一歩で失格、42キロ走って最後の一歩で失格になった選手も知っています。あら、それどうしてもつい出ちゃったって感じなんでしょうかね。そうですね。やっぱり記録がかかっていたりすると、伴走者も一生懸命になってしまうので、はい、気持ちはわかりますがっていうところでした。なるほどね。気持ちはわかりますがっていうのは同じ気持ちになりますがという感じなんでしょうね。そうですね。はい。それで私は星野さんの影響を受けまして、はい、パラスポーツの陸上競技大会に行ったりとか、あるいは視覚障害者のブラインドサッカーですね。それを見たりとかっていうのはあったんですけども、驚きましたね。初めて見たときは陸上競技で、それこそ、片足の方が、ケンケンで飛んでいって、背面飛びで走り高跳びで、1メートル80ぐらい飛んでやったんですよね。はい。それ見たときは、ちょっと言葉が何も出なくって、もう拍手するのも忘れたから、ダメだこれ拍手しないとと思って慌てて拍手したのを今でも覚えてますけれども、やはりパラリンピックのパラスポーツっていうのはいろいろ感動するシーンが多いというのは事実ですよね。
そうですね。もうやっぱり、私たちの常識を超えるというか、はい。もう、すごい、すごいっていうのが、もう本当に私も何年もやっていますが、はいはい、毎回、すごいが、やっぱり原点になってるなって感じます。ただ、すごいっていう、その通りなんですけれども、はい、すごいということをやってる人が、特にすごい人とは思えない人なんですよね。変な言い方だけれども、なんか普通の方っていうような、それこそウサイン・ボルトのようになんかものすごい体つきの人とか、そういう人も中にはちょこちょこっといますけれども、それほどすごい人いませんし、非常に何か考えておられるというかね、それこそ走り幅跳びの選手、山本さんでしたっけ？はい。山本さん。なんかね、あの方なんかの話を聞いていると、要するにパラスポーツをやっているからこそすごいんだというようなニュアンスがすごく分かって、私なんかも、それこそこれは小林信也さんと話してる時もそうなんだけど、普通のスポーツ喋ってると嫌になるよねって言いながら、パラスポーツで喋る方がいいよねっていうようなことを言うんですけれども、星野さんもやっぱりそんな気持ちになりますかね。そうですね。やっぱり純粋に、いろんな努力、後ろでの努力、影の努力というかも、見ていた。あとは、やっぱり周りで支える、いろいろな工夫もあったりもしますし、スポーツってやっぱり一人でやれるものではなくて、みんなが協力しながら、でもその原点でやっぱり楽しい、支えるのも楽しいが、例えばさっきの伴走もやっぱり楽しくてやっていますし、選手も楽しくて、体を動かすこと楽しくて、競うこと楽しくてやってるっていうところで、やっぱりスポーツってやっぱり楽しいが原点なんだろうなっていうのはすごく思います。なるほどね。私は今喋るときに、新商社の陸上競技の話から始めてましたが、その少し前に私はシッティングバレーボールをかなり取材したことがありまして、足をなくした方が座ってやるバレーボールですね。これは非常に面白くって、それこそ、なんと言いますか、興奮して応援してしまったっていうところもあるんですけれども、ただそれの背景としてちょっと気になったのが、戦争があって、地雷の多いところの選手が強くなるっていう順番になるっていう。例えばコソボの選手であるとか、それからアジアでいうとカンボジアの選手であるとか、ミャンマーの選手であるとかっていう、そういう人が増えてるって、こういう、なんて言いますか、順繰りというのが関係というのは、どうしてもあるものなんですかね。そうですね。パラリンピック、パラスポーツの、出場できる、いわゆる対象となる条件の第一歩目が、やっぱり体に何らかの障害があるというところにはなってくるので、その障害の一つの要因として、まだまだ戦争における受傷、体の傷を負うということは、ある地域、日本はなかなかもう、ほとんどないですけれども、やっぱり各地ではまだまだ残っている、というところで、対象となる選手が、増えていくことが、すごく残念だなっていう部分もありつつっていうところは、すごごく、考えさせられるところではあります。でもそこは原点ですよね。そうですね。はい。原点っていうのは、戦争での負傷した人、その方たちをイギリスで集めて、初めて、スポーツ大会をやったっていう、これが最初の始まりですよね。そうですね。第二次世界大戦で負傷した、イギリス兵士を集めた、リハビリ病院が原点で、リハビリに、体を負傷していても、スポーツを活用して、もう一度生き直すというか、生き生きと暮らし直すっていうところで、スポーツを活用したことが原点。で、そこで行われた病院の中での、運動会。最初はアーチェリーの大会でしたけれども、その車椅子のアーチェリーの大会というのが最初の、パラリンピックの本当に原点の原点になる大会で、そこがだんだん発展してパラリンピックになりました。そうですね。はい。
あれ、ストークマンデビル病院でしたっけ？はい。ストークマンデビル車椅子競技大会というので、まず始まって、どんどんそれが大きくなっていったっていう歴史がありますね。はい。そして先ほど言いました、シーティングバレーボールで言うと、日本の選手はほとんどが、麻痺の方が何人もかおられますけれども、ほとんどの方がオートバイの怪我なんですよね。オートバイで片足なくしたっていう人がかなり多くって、私も取材したときに、何お前はオートバイで無茶やって、それで、金メダル狙ってるわけって言ったら、非常にいい立場に今いますとか言って喜んでた人もいますけれども、そういう楽しさもありますよね。考えてみれば。そうですね。やっぱり、事故とか、職業上の事故などでも、足を切断するなんて方いらっしゃいますけど、その時はやっぱりすごく落ち込んで、そう。はい、絶望する。けれども、スポーツを狙って、新たな目標なり、楽しみなりを見つけて、もう一度、リスタートをするみたいなことは、やっぱり、たくさん話として聞きますね。はい。星野さんなんか長く取材されていますけれども、その中でやっぱりなんて言いますか、特に心に残ったとか、特に嫌な思い出を聞くのはあんまり失礼だろうけれども、何かこういう体験がありましたっていうのを話していただけるのはありますか？そうですね。やっぱりさっき最初に玉木さんおっしゃったように、すごいっていうのは、すごく、一つ大きくて、例えば、私が一番最初に、パラリンピックの大会として取材をしたのが、2008年の北京大会でした。本当にその時はまだ、パラスポーツの取材自体を始めたのが、2005年とか6年くらいだったので、パラリンピックの大会は初めてで、あまりたくさんの競技、詳しく知らない中で見ていて、わーっていう声で惹かれて、たまたまフラッと入ったのがブラインドサッカーの、はい。で、しかも中国対ブラジルの決勝戦でした。もうそれは盛り上がったろうけれども、うわーと言えないことですよね。そうですね。はい。基本的には、見えない選手たちを邪魔しないように静かに見守るのがルールですけれども、もうパラリンピックになってくると、わーわーって声がどうしても出てしまうっていうのはあります。その時、あまりブラインドサッカー自体を知らずに、フラット取材に行って、そんな世界トップレベルの、競技を、プレーを見て、もう本当にただ言葉を失うというか、なんだこれはというか、そこがすごく、もともと私が、視覚障害者の伴走から入っている分、視覚障害という、障害に対してすごくやっぱり思い入れもあったりするので、はい、ブラインドサッカーに入から、衝撃を受けたっていうのは、一つ大きな、きっかけ、もっともっと取材をしたいと思った大きなきっかけではあります。で、一方で、さっき、嫌だなと思ったっていうことですが、私が結構、パラスポーツの取材を始めた最初の頃に、フリーでライターをやっています。主に、メインでは、当時まだパラスポーツではなく、障害者スポーツと呼ばれてましたが、障害者スポーツを取材をしていますっていう話をすると、わー、偉いですねっていう反応が多かったんですね。で、多分、玉木さんずっとスポーツジャーナリストとして活動されていて、こんな野球取材してるんだよねって言って、偉いですねは、多分あんまりなかったんじゃないかと思うんですけど。なかったですね。ないですよね。障害者スポーツはそういうふうに、言われることが結構、以前はありまして、それは、すごく、私は偉いことをやってる、人から褒められるようなことなのかっていうのは、すごく考えさせられたなって今思うと思います。それがだんだん、変わってきてはいますけれども。
そうですね。だんだん変わっていく前っていうのは、まあ、星野さんがその偉いですねと言われた頃っていうのは、障害者スポーツ自体が、厚生労働省の管轄で、今のように文科省の管轄ではなかった時代ですよね。そうです。確か。はい。もっと前、そうですね。要するにスポーツというのではなくて、リハビリテーションの一種としての、新障者スポーツというのがあったっていう感じですから、それが、やっとスポーツとして認められるようになったのは、どうでしょう？北京の頃からかな？いや、まだまだ、やっぱり、東京パラリンピックの開催が2013年に秋に決まったんですけれども。決まりましたね。はい。はい、そこから、やっぱり少しずつパラスポーツ、障害者のスポーツっていうのが、少しずつ皆さんに知られていくようになって、で、そこで選手の努力だとか凄さだとかっていうのが少しずつ広がっていくことによって、これもスポーツなんだなとか、面白いんだなっていうことが広がってからでしょうか。その前はやっぱり、障害のある人と関わるということも、ほとんどやっぱり一般の生活の中では少ないですし、やっぱりそこと関わるっていうことが、偉いねっていう反応にきっとなった時代が以前はあったんだと思います。はい。偉いねっていう言葉は私はもうよくわかりますけれども、シッティングバレーボールを取材したときに、義足をね、みんなはめてる人が、シッティングバレーやるときに義足を外すんですよね。外してポイント置いとくんですよね。それを我々が触っていいものかどうかというのにものすごく注意したら、邪魔だったら触ればいいんですよね。ちゃんと別に傷つけずに、触ってもいいもんだというのに、2日ぐらい取材した後に気づかされました。そういうものにでも気づいていくと、だんだんなんと言いますか、障害者との垣根みたいなものがどんどん低くなっていくっていうのはありましたし、障害者スポーツが、リハビリではなくて面白いものだと、それこそ、素晴らしいものだということを、やっぱりこう感じたっていうのは、嬉しかったですけれどもね。だから星野さんなんか一番どうですか？こんな素晴らしいことがあったんですよとかいうのを一つ選んでいただけると、何かあるかな、はい。そうですね。いや、とにかくみんなすごいねあれですけど。はい。でも、私が多分、偉いですねって言われて違和感を感じたことっていうのは、そもそもが視覚障害の方と一緒に走る伴走という活動をすることで、要はその視覚障害のある人たちと、例えば、練習が終わった後には一緒に飲みに行って、ビール傾けたりして、とか、一緒に銭湯にも行ったりしますし、そういう、なんていうのかな、障害のある人と全く同じ目線で一緒にいろんなことを楽しむってことからスタートできたのは大きかったのかなと思っています。なので、ただすごいだけじゃなくて、本当に一緒なんだよ、変わらないんだよって、ただ見えないだけなんだよっていうところから入れたのは、すごくラッキーだったかなって思っています。なるほど。さあ、そこで、日本も東京2020で、パラリンピックやりました。それで、パラスポーツに対する考え方、だいぶ変わりましたですか？どうですか今は。はい。そうですね。やっぱり、すごく注目度とか、まずは知ってくださる方が増えたっていうところが大きいですし、あとはやっぱり、2020年の、2021年に開催にはなりましたが、実際にはね。はい。東京2020大会としては、最初からオリパラ一体って、オリンピックとパラリンピック一緒に、注目させるんだ、成功させるんだっていう機運で進んで、大会だったので、それはこれまでのやっぱり、パラリンピック大会過去、何回か取材している中でも、かなり大きなエポックメイキングの出来事ではあって、そこは大きかったと思います。なるほどね。1964年の東京オリンピックの時、東京、もちろんパラリンピックも行われたんですけれども、それは小田フィールド、要するに東京オリンピックの時の練習場が会場になって、そこで行われて、そこにはメインの国立競技場では、ある宗教団体が全国大会をやっていて、その声がうわーっと聞こえてきたというような中で、当時の皇太子と皇太子殿が、二人、今の上皇様と、ですね、が、
お世話をして、開会式が催されたっていうのはありましたね。私はその文章を読んだ時に本当に、これはもう、なんて言いますか、やったことは素晴らしかったけれども、ここから出発だなっていう感じがして、今、星野さんの話聞いて、だいぶ歩みは進んだなっていう感じはしております。はい。そこで来年、北京の、冬季パラリンピックがありますね。はい。はい。それから今年の暮れには日本で、デフリンピック、聴覚障害者の大会もあります。はい。一言で言うと、どうでしょう、星野さん、どこに注目してほしいというのはありますか？まずデフリンピックの方が、はい、今年11月に、15日開幕で初めて日本開催のデフリンピックが行われます。デフリンピック、やっぱりパラスポーツ、障害のあるスポーツという意味ではデフリンピック、同じくくりの中にはあるんですけれども、はい、どうしてもやっぱりパラリンピックの方が、認知度もまだまだ高いので、そういう意味では、デフリンピックも一緒に、高めていけたらなっていうところで今、活動はしてるんですけど、しているところです。で、パラリンピックでは、心のバリアフリーなんていう言葉がすごく広がって、みんなで思いやりを持って助け合ってみたいな感じでしたけれど、デフリンピックの場合はやっぱり聴覚に障害があるということで、言葉のコミュニケーションが難しい、はい、そこに配慮が必要っていう大会でもあるので、情報のバリアフリー化なんかを進めていこうっていうことも一つ、進められていて、いろいろな情報機器ですね、言葉を喋ると、透明なディスプレイに文字がパーッと浮かび上がって、言葉が発しさせなくても、文字上で、コミュニケーション取れるような機器などが少しずつ今普及したりしていて、そういうところも、一緒に、ただスポーツだけではなくて、ろう者、聞こえない、聞こえにくい人たちの文化も含めての、伝わり方になっていくといいかなと思っています。なるほどね。いや、今日はまた、いつもそうなんですけれども、星野さんと話するといつも勉強させていただいて、ありがとうございますとしか言いようがないんですが、パラスポーツの面白さ、醍醐味、いろいろ喋っていただいてありがとうございました。もう一度来ていただいて、そこでデフリンピックを中心にちょっと、いろいろもう少し詳しく話聞きたいと思います。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい。星野さん、ありがとうございました。ありがとうございます。次回は今週のテーマ、パラスポーツの魅力とは何かのエピソード2。日本で開幕、デフリンピックからパラスポーツの魅力を探るです。引き続き星野さんと共にお送りします。それでは皆さん、次のエピソードでお会いしましょう。さよなら。